こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。今回の動画はちょっと経路が違うわね。もう2018年から動画投稿しているが、ここで初めてコメント返し動画をやってみようかと。初の試みだぜ。へえ、いつもはコメント欄で個別に返信していたのに。なんかチェックが難しくなったんだよな。管理者向け通知とかもあんまり機能してない感じがする。あんたの場合は単に使いこなせてないだけかもしれないけどね。それに先日の19巻動画で触れ損ねた部分もあるしな。まとめてしまえ、というわけだ。なるほど。そんなわけでこの動画は19巻までのネタバレはあり。それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。じゃあ、順番にやっていこう。まずはこれ。ヨーンとガストテンプル相手のイラストは、ジョーカー3100じゃなくて、ムックエルガイム2だったと思う。はい、完全に間違えてました。すみません。あんたね、これ別の動画でもちらっと触れてた内容でしょ。完全に出典ミスだったぜ。ここで訂正させていただきます。ご指摘、本当にありがとうございます。まさかこの調子でいかないわよね、この動画。次からは本当にコメント返しと補足だから。シアン夫人と話してたのは誰なんですか？ウゴード家のネリスって言ってましたね。トランの人間でブリュラードの演者ということだけはわかります。ありがとうございます。突然こういう人が出てくるので困惑しますね。リスバスコスバースの子孫でしょうか。騎士の血が出ないとか言っといてめちゃ強いんでしょうね笑い。これ、完全に言及し忘れてたわね。顔つきからして完全にスバースの血縁関係者。牽制の血が発言しないって意味じゃないかな。ファティマ連れているし。次の戦場はアドラーだものね。活躍しそう。カラミテ星のあの領域っていう言い方にも含みがあるよな。間違いなくヘリー聖域のことだろう。ますますアドラーでのソーランと関係しそう。それと彼女のファティマとおぼしきクラトーマ。あ、この子、レーダー王のファティマだったな。引退したからクラトーマもフリーになって、彼女のところに行ったのだろう。なんか全然印象が違くない？めっちゃ子供っぽくなってるけど。そうだな。なんか明らかに縮んでいる気がする、というか縮んでいるよな。次に登場するときどうなっているのか楽しみに待とう。ジークの探してた娘ってマグダルですよね。フィルモアの皇帝と歌目って縁があるみたいだし、いずれ会えるのかな？一瞬名前が出たカーレル君も、黒騎士と戦う前は皆に修行をつけてもらったのかな？ああ、これも言及し忘れてたわね。もう少し先のエピソードがカーマン島解放、マグダル救出だからな。トリハロンとベリンから続くようにフィルモアとハスハの間には深い関係がある。二人が出会った時にまた歴史が動くのだろう。そうね、それとマグダルが開眼するのよ、きっと。視力を取り戻して未来を見るのかも。歌目の力を取り戻すのだろうな、きっと。ありそう。何を見るのかしら。そんなの決まっている。近々から見て性が爆発する地獄の未来じゃないか？それをジークに告げるんだ。うわ、それは歴史的会合になりそう。この予言、知っているのはジークとクリステンだけになるんじゃないかな。キャラクターシートでジークが強権的な皇帝として紹介されているのは、この未来を知ってしまったから強権で無理やり政治を動かしたんだろ、きっと。ああ、それは流れる血を減らしたいっていうほど良心的なジークも鬼にならざるを得ないわ。そういえば、初期の5スター物語では AKD とコーラスが対の関係として描かれていたけど、今は違うわね。2部でコーラス6が聖団を AKD から解放する展開からして、人間側のシンボルがコーラス王朝だと思ってた。でも今のところ存在感があるのは、フィルモアとハスハという歴史ある超大国。コーラスは新興国なんだぜ。じゃあ、フィルモアとハスハが倒れてからがコーラス王朝の本番ね。最初は影も形もなかった歌目が現れてからだな。フィルモアとハスハの情報量が爆増したのは。で、それはこのコメントとも無関係ではないだろう。1992年にここまで来るつもりだったって、どんなペースの予定だったんだろう。歌目が現れなければ、ヨーンとエストとデコースのエピソードに到達するのは早かっただろうな、きっと。長野先生が AD 世紀やその前の時代まで観測した結果、フィルモアとハスハを書く必要が出てきたんだと思うぜ。あとはクリステンのエピソード。これも歌目と合流してるよな。これって後から繋がったと思うんだよな。初期の資料集、ジョーカー3100でもカットがあるように、最初にクリステンという女騎士がいたんだ。そうね。彼女は長野先生の最初期からのキャラクターだわ。長野先生がクリステンの観測を深めていった結果、ドラマが生まれて深掘りされていく。そこで歌目の設定が出てきた時に合流させたのだと思う。それ、絶対に最初に想定されていたストーリーより良くなったと思うわ。だってゴキックメイドがなかったらこの展開、感動はなかったもの。だよな。だからヨーンのエピソードにたどり着くまで時間がかかったのは仕方なかったのだろう。ソープとバクスチュアルだけが気づいたヨーンの良くない兆候ってなんだろう？モルフォが一瞬止まった理由？
デコースはフェイントと思ったみたいだけど。ああ、これ、言及し忘れてたのは痛いわよ。そうだな、デコースやエストの内面を掘るのに夢中で忘れてた。ヨーンが体に抱えた不調なんだろうな。多分これが後にドラマを動かすのに必要な傷だと思われる。つまり、どこかでめっちゃ強い騎士のヨーンがピンチに陥る時の理由付けになりそう。なんか、ドラゴンボールの人造人間編で悟空が心臓病にかかってた、みたいな話ね。強いキャラが活躍できなくなる理由をつけるのってすごく大変なんだよな。作劇的な話ね。玉座への到達を防げなかったログナーが、責任取ってボスヤンの攻撃を受けたみたいな展開だわ。どこかのタイミングでヨーンの古傷がうずくのだろうぜ。そして、これすごい読み応えのあるコメントの応酬だぜ。エストバー社のセリフは感動的だけどどこかに全て嘘との説明があったようにヨーンを騎士としてマスターにするにはあのセリフが最適解だったとも言える騎士がファティマを兵器として使いこなすように、ファティマもその本性で騎士を使いこなしているのかもしれない。自分もそれだと思ってる。エストはヨーンを黒騎士にするための最適な行動をとってるだけで、それがファティマなんだと自分を女性として見ているヨーンにこれは言っちゃダメだとわかってるけど、ファティマとしての本能がそれを言わせてるデコースに道具として扱われた時ほど、純粋な女の子のように喜ぶエストが最もファティマらしいファティマなんだとここまで見せられてきてからのこれだから。俺も同意見。ああ言った方が、ヨーンのポテンシャルを引き出せる、との思いからの発言かと。もしかすると、放浪している間はヨーンのように黒騎士の卵として何人も粉かけてたのかも。19巻の感想は、エスト光栄でしたわ。それと、ツリーの外のコメントだけど、これもだ。エストとヨーンやっと決着ついたと喜んで見てたんですが、カラーページのエストの解説微妙に不穏じゃないですか？あれってどう解釈すればいいんだろう。あんたはどう思う？これらの意見について、私も同意だぜ。その上でエストは自分の本性に絶望しているんだろう。ヨーンはどこまでエストのあり方を理解しているのかしらね。多分、そんなにわかってない気がする。この前、X に黒騎士って書いてエスト付きってルビを振った投稿を見かけた。本質をついた投稿だと思うぜ。で、エストについてこういうシビアなことを言うのって、女性とかファティマなんだよな。フロートテンプル襲撃時にスパークもデコースにエストちゃんにやられちゃったのかとか言っていたし。で、同じファティマのシズもこう言っている。だから同性同僚者の目から見たら黒騎士を得るためのテレンテクダに見えるのだろう。そういう意味では、チャーがジークのままに怖い女だと言われているのと一緒。だからチャーとエストは似ていないようで、実は同じ枠の女だと思うぜ。生まれながらに持った強力なチャームによって、無自覚に、あるいは意図せずに人を動かしてしまう魔女。男はこれに抵抗できない。エストは自分の本性に自覚があるけど、チャーは今のところ完全に無自覚な点だけが違いかな。チャーとエストを同じカテゴリの女に入れてる5スター物語ファンは多分、あんただけよ。以前、ウプ主がサブチャンネルのストーリーテラージャパンにアニメや漫画で書かれる魔女的支配のシナリオを書いていたからな。前から意識が向いていたんだろう。あれ、どうなったの？全然投稿してないけど。投稿する動画の基準を高くしすぎて動けなくて自爆。あとは単純に忙しかったって。でも近々再起動するって言ってたぜ。よければチャンネル登録と通知をオンにしていただけると助かります。だぜ。じゃあ、次。さよなら銀河鉄道39の話を長々やってきたようなお話だった。ああ、これ、わかるところがあるわ。なんだかエストってメーテルを思わせるのよね。鉄郎にとってのメーテルってバーシャだよな。メーテルの場合、ルックスが鉄郎の母親そっくりっていう点でよりダイレクトだけど、そのメーテルが鉄郎を銀河鉄道に乗せたのは、機械化惑星維持のパーツにするためっていうのもね。そうそう。それで、メーテルはそういうことを続けている自分が嫌になるっていう。鉄郎がメーテルに抱いていた感情は、ヨーンがバーシャに抱いていた感情とそっくりじゃないかな。この関係性をもう少し薄めるとマックスになる。ゲントルプミラだな。これ、男性あるあるなのよね。単純なマザコンっていうのと違うのよ。そういう言葉で説明しづらい感情だからこそ、物語で見せる意味がある。文学の出番だよな。やはり漫画は文学だわ。デコースみたいに最後に面白かったって言って終わりたい。本当にな。確かにファンのメイン層はそういうお年頃だ。満足する人生っていう、大きなテーマに取り組まないと。あらゆる物語は作り物だけど、それが現実に影響を与えることもあるのよね。いろんな形で。さて、19巻のコメント開始はこんなところにして、最後に今月発売する長野先生の本について紹介しておこう。長野先生の自伝、守るマニアが新たに、新装版として発売されるぜ。何それ？扉絵になかったし、今月のニュータイプでも告知されてないけど。私も驚いた。偶然 SNS で見かけて知ったんだぜ。で、これ、出版が正解者なんだよ、なぜか。そのせいで角川系列の雑誌で告知できなかったのかも。
ああ、正解者って講談社の子会社だものね。本当に不思議な経緯ね。どうしてこうなったのかしら。わからないが、とりあえず電書も出るので安心だ。ただし割高。紙は出版前にもかかわらずプレミアがついてる。1996年版の守るマニアを忠実に再現するだけでなく、新規書き下ろしとして井上慎一郎による前書き、長野守による後書きとイラストを書集。1996年版には付録していない口絵イラスト1点も掲載する。なんて、正解者のポストがあったから、出版後にレビュー動画にしようかと思うぜ。そうね、多分一番コアな本だから、長野先生の今の本音が書かれてそう。こういうのを5スター物語が連載されている本誌で紹介できてないのは微妙だよな。といったところでこの動画はおしまいにするぜ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。